も飲めるビールだよ。ビール？じゃあキラリ、スプーンで食べてみて。僕まだビールは飲めないし、ビールの匂いがちょっと、あれ、なんかいい匂いがするよ。フルー。ひんやり、シュワシュワ。シュワシュワ。ププルルン。とってルルン、とっても美味しい。てってれー。このビールはリンゴジュースでできたゼリーなんだよ。だから飲めないんだね。口に入れた時にね、どっちの食感も味わえてとっても美味しいね。僕のお父さん、ビール大好きなんだ。このビールゼリー見たらびっくりするかわあ、いいね。そしたら父の日のプレゼントにこのびっくりビールゼリーを作ってお父さんにありがとうの気持ち伝えちゃも。ナイスアイデおう。よし、行くよキラリー。ピンィア。クッキングショーピン。材料を紹介するよ。まずはリンゴジュース 500ml 使うよ。タイム。リンゴジュース、常温に戻しておくよ。じゃん。ゼラチン 10g 使うよ。ゼラチお砂糖は大さじ2杯分。ン、お砂糖、レモン汁大さじ1/2杯。レモン汁、お水、カリー。全部あるかな？じゃじゃーん。今日大活躍の魔法の粉、ゼラチンだよ。ゼラチンゼラチン。キラリ、この粉何からできてると思う？さん、なんだろ袋から出してみたよ。サラサラしてるね。真っ白じゃなくてちょっとだけ薄い黄色みたいな色だね。どんな匂いがする？う。なんか変な匂いがするよ。くんくん、いい匂いではないような。クイズにしちゃうよ。このゼラチンは何からできてるでしょう？ 1 番、わかめなどの海藻。2番、動物の骨や皮。3番、じゃがいもなどの野菜。さあ、どれかわかるかな？でん、正解は2番の動物の骨や皮だよ。動物さんの骨や皮？ゼラチンはね、動物の骨や皮をコトコト煮て作られているんだよ。そうなの？ゼラチンさんはね、みんなが食べるお菓子に大活躍しているよ。例えばゼリーやババロア、マシュマロやグミなど洋菓子に多く使われているよ。プルルンとした食感。ね、美味しい美よね。味しいよね。あとはね、ハムやソーセージ、お酒やスープなどにも活躍しているんだよ。わあとはね、お薬や写真フィルム、接着剤にもゼラチン酸は使われてたりするんだよ。すごい。ね、ゼラチン酸すごいね。じゃん。いろんな果物の味のゼリーを用意してみたよ。ゼラチン酸が入っているよ。このゼリーを電子レンジで温めたらどうなると思う？電子レンジで？どうなるだろう？固まるかな？溶けちゃうかな？キューって小さくなるかな？泡が出るかな？モコモコって爆発するかな？爆発しちゃう？じゃあ実際に電子レンジで温めて確かめてみよやってみよう。いろんな色がいっぱい。楽しい実験だ。プルルいっぱい入れてみたよ。プルンプルン。プルルンプルルン。じゃあ電子レンジで温めてみましょう。どうなるかな？温めスタート。わあ、溶けたよ。ででーん。ゼリーさんたち溶けました。なんか綺麗なマーブル模様ができそうだね。ゼリーが溶けてない場合はもう10秒ずつ温めてみてね。そしたらこのゼリーさんたちをまた冷やすとゼリーができたよ。ゼラチン酸はね、50度から60度ぐらいの熱で溶けて20度ぐらいに冷えると固まるという性質があるんだよ。そうなんだ。ゼラチン酸はね、コラーゲンというタンパク質から作られているよ。コラーゲン、聞いたことあるな。コラーゲンはお肌や髪の毛、爪を健康に保ってくれたり、関節や骨を丈夫にしてくれる効果があるよ。お肌？プルルン。お魚や鶏肉の煮付けが冷めると煮こぼれができるよね。見たことあ
プルンプルンとゼリーみたいになるよね。でも温めたら元に戻るよね。この煮こごりのゼラチンこそがコラーゲンの正体なんだよ。コラーゲンはね、細長い形をしたタンパク質で三つ編み状に絡み合っているよ。三つ編み状？温度が高い時はバラバラだったコラーゲンも冷めるとお互いにしっかりと絡み合ってゼリー状に固まるんだよ。絡み合うの？三つ編みなんだね。三つ編み。キラキラ、僕も三つ編みしてみたい。よし、じゃあゼリー作っていくよ。わーいわーい。まずゼラチンをふやかしていくよ。おやかしよ。最初にね、ゼラチンをふやかしておかないとゼラチンがうまく溶けてくれなかったり溶け残りができてしまうことがあるよ。だからゼリーを作る前に水を吸わせて膨れさせるよ。オッケー。じゃあちょっと大きめの耐熱の器にお水を大さじ3杯入れます。1杯、2杯、3杯。そしたらゼラチンは 10g 使います。お、1袋 5g って書いてるね。そしたら5と5で2袋 10g だね。サラサラお水の中にサラサラ入れていくよ。ゼラチンさんたちがお水吸ってるよ。すごい。混ぜていくよ。混ぜ混ぜ。そしたらこのまま10分ぐらいふやかすよ。ゼラチンがふやけるのを待っている間にリンゴジュースを測ってみようか。イエスさー。リンゴジュースはね 500ml 必要だよ。測るときは目線と目盛りの高さを合わせて0、0の線まで。僕も見てるよ。まだまだ。もう少し。300いきました。もう少しもう少し。はい、気をつけます。もうちょっとですね。おっと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 。スタート。はい、500測れました。てってれレンジでチン。温めスタート。わ、あっという間に溶けたよ。あ、ゼラチンさん溶けたよ。溶けてない場合はもう10秒ずつ加熱してみてね。サラサラになったね。温めたからだね。温めると溶けるんだったね。ここにお砂糖を大さじ2杯分入れるよ。一緒に溶かすよ。混ぜ混ぜ。ボウルと泡立て器を用意するよ。じゃん、さっき一緒に測ったリンゴジュース 500ml を入れるよ。常温に戻したリンゴジュースだね。ここにゼラチン酸とお砂糖を加えていきます。お砂糖。はい、すぐ混ぜ混ぜしてね。レモン汁大さじ1/2入れるよ。レモン汁。ぐるぐる混ぜるよ。ぐるぐる。お父さんへのプレゼントだから僕頑張るよ。そうだよ、お父さんのプレゼントだからね。ぐるぐる一生懸命作るよ。ゼリー液の出来上がり。よし、あとはビールのコップにゼリー液を入れていくよ。ゼリー液はね、コップの7分目か8分目ぐらいまで入れるよ。7分コップを12345678910 10個に分けたうちの7分目、そう7のところまで。目。わかったよ。泡入れる分残しておかないとね。お父さんのお気に入りのコップで作ろうっと。そうだね、お父さんのお気に入りのビールのコップがいいかもね。お父さん本当にビールだと思っちゃうよ。よし、じゃあこのゼリー液は粗熱が取れているので一旦冷蔵庫で冷やすよ。冷やすよ。その間に氷で冷やしながら泡を作っていくよ。ビールと早く固まるからね。泡作るよ。はいはい、泡作るよ。お、泡立ってきたよ。キラリもお父さんのために頑張るよ。すごいよ、泡ができてきたよ。泡混ぜるとなんで泡ができるの？
混ぜ混ぜするとゼリー液が空気を取り込んで泡ができるんだよ。空気がたくさん入るようにこうやって回す感じかな。空気いっぱい入るよビールの泡みたいな美味しそうな泡ができてきたよ。うに。トゥインクルさん、なんで泡は消えずに固まったの？ゼラチン酸の力で固まったんだよ。ゼラチンは冷えると固まるんだったね。泡がゼラチン酸と一緒に固まってゼリーになったんだよ。ゼラチン酸の力。よし、頑張って作った泡たらあ、たまたま顔みたいになった。ニコちゃん、かわいい。すごい。いいことあるね。お、泡をたっぷりたっぷり入れるよ。泡をたっぷりのせるよ。泡泡、すごい。ほほほ本物のビールの泡みたいだよ。ちょっといっちゃう？うわ、たっぷりたっぷり持っちゃうぞ。溢れちゃうよ。いい感じ。わ、最高。よし、あとは冷やして固めたらビールゼリーの出来上がりだよ。キラキラ、楽しみだな。よいしょ、よいしょ。わ、とっても可愛い。ひらり作ったの？中はね、お父さんへのお手紙なんだよ。とっても素敵だね。ゼリーと一緒にプレゼントするんだ。いいねいいね。きっとお父さん喜んでくれるよ。お父さんの好きなところいっぱい探したよ。みんなもひらりの真似っこしてお父さんへのお手紙も渡してみてね。僕のお父さん嬉しすぎて泣いちゃうかも。うふふふ。そうだね、お父さん泣いちゃうかもしれないよ。嬉しいって。リンゴゼリーの他にジンジャーエールで作るのもおすすめだよ。ビールに似た色だからね。トゥインクルさんもね、お父さんに何回もこのビールゼリー作ってるけど、いつも飲めないって引っかかってるよ。びっくりだけど、そこでいつもありがとうって気持ちを伝えるの。素敵なそうだ日になる。ね、とっても素敵な父の日になりそうだね。みんなも今日作ったビールゼリーを父の日に作ってお父さんにありがとうの気持ち伝えてみてね。きっと喜んでくれるよ。頑張るぞ。みんなの頑張りと食材さんたちのパワーでまた笑顔のかけらがたまったよ。みんなの元気の栄養になるね。みんなも今日作ったビールゼリー、ぜひ父の日に作ってみてね。みんなの作ってみたいお料理もトゥインクルさんに教えてね。待ってるよ。バイバーイ。キラキラリン。じゃあ最後に僕とあっち向いてほいだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてほい。右だよ。当たったかな？またトゥインクルさんと僕に会いたいお友達はチャンネル登録もよろしくね。次のキラキラのお料理は何かな？じゃあまたね。キラキラリン。